ウィークリードラゴンボールニュースの時間です。今回は特別編として豊太郎先生とドラゴンボールスーパーマイフェイバリットカバー投票の結果発表を行っていきます。ドラゴンボールスーパー作者の豊太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラゴンボールスーパーマイフェイバリットカバー投票とは5月9日悟空の日を記念して本サイトにて行った投票企画です。ドラゴンボールスーパー単行本24巻分のカバー、裏表紙、イラストのセットの中から好きなものに投票してもらいました。はい、こちらが日本で発売しているコミックスとなります。表にねこの、有名なイラスト、カバーイラストがあるんですが、このカバーを外すと裏側に、はい、こちら裏表紙として、別パターンのイラストを描いてもらっています。でやっぱこの、ね、企画をしている人は毎回カバー外して今回はどんなイラストなのかなって毎回楽しみにしてると思うので、はい、ありがとうございます。なんかそういう風に言っていただけることが多くて、ちょっとこっちもなんか今度はどうやって面白いか、もう発表されるまでというか買うまでわからないじゃないですか。表紙っていうのは発売前に多分ネットとかでこう出ると思うんですけども、宣伝でね、はい、宣伝で出ると思うんですけども、後ろは多分どこにもアップされないはずなので、買ってみて初めてこう開くっていう楽しみにしてもらえたらいいなと思って、ちょっと手は抜かないようにはしています。はい、あといつもコミックスのカバーですと表紙だとちょっとね色を2色というか、ちょっと落としてるんですが、今回ねしっかり4色の状態で見せることできたんで、それも良かったですよ。そうですね、はい、カラーで描いてるっていうのをフルカラーで描いてるっていうのがこれでちゃんと分かっていただいたなと思って、ちょこちょこなんか別のところで出てた絵はあるんですけど、多分全部が見えたのは多分初めてかなと思うので、はい、では早速投票結果を発表していきたいと思います。はい、では10位から4位を一気に発表します。皆さんの投票で選ばれたイラストはこちらです。こういう感じになりましたね。10位が3巻で、9位に来てるのが銀河パトロール囚人編。そうですね。今アニメはね発表になっていますが、アニメだと銀河パトロール、なんかいい感じでばらけてますね。そうですね。一つのシリーズに偏ってるわけでもなく、あとやっぱ1巻来てますね、ちゃんと7位に。そうですね、嬉しいですね。1巻はやっぱりそれこそドラゴンボール先生のドラゴンボールの方の1巻のイメージを悟空がね、悟空と死んだっていうところは一応オマージュさせてもらったっていう感じなので嬉しいです、7位に入ってるのは。あと普通になんかそのバトルじゃない、なんか日常というか、10位の3巻、あと6位の11巻、結構ああいう楽しい系のイラストもちゃんと入ってて、そうですね。僕も14巻のやつなんて結構好きなんですけど、僕的にはどちらかというと楽しいやつの方が書いてて楽しいです。そうなんですね。楽しいやつそうですよね。ですけどやっぱりバトルが多い部分、関数の中に多い時はやっぱりバトルを正面に出していこうかなと思って、なんとなく交互風にやってました。完全に交互にはなってなかったんですけど、なんかこう平和な感じと、みんなが力んでカッコつけてる感じのやつとか、みたいなのを交互で描いてるイメージではいたんですけども、なんかバランスよく入ってて嬉しいです。どっちも。そうですね。今回トップ10に惜しくも入らなかった関数もあると思うんですが、その中でなんか気になる関数とかあれば。7巻なんですけど、破壊神を集合させた巻になるんですね。こちらですよね。で破壊神の集合なんですけど、これ一番1巻からずっと悟空を常にどこかには登場させていたんですね。実際自分の中なんとなくのルールで悟空がいなくてもいい場面でも、背景の方に悟空を入れたりだとか、主人公は必ず表紙にいるもんだっていうなんとなくの強迫観念というかいなきゃいけないものだと思ってたんですけど、7巻でようやくその呪縛から解けて破壊神だけでもいけるっていうすごいですよねこれ。12人揃ってますからね。破壊神全員書かせてもらえて、ちなみに裏表紙が天使、12天使総揃いなんですが、でさらにカバーの裏側に海洋神、これも各宇宙全員揃ってるんですよね。やっぱりこの時はちょうど、力の大会の時で
したっけ。各宇宙の選手が集まり始めてる時ですかね。なんで破壊神が全員こう判明したタイミングだったんで、やっぱりそれはぜひみんなに見てもらいたいなっていうのと、やっぱり僕がデザインしたやつとか、僕と先生で一緒にデザインしたやつとか、先生にデザインしたやつとか、結構各キャラに思い入れが非常に強くて、一人一人しっかり見せたいなと思って表紙に全員入れさせてもらえたんで、特にやっぱり破壊神の方が一生懸命先生と一緒に考えさせてもらったんで、やっぱりこう破壊神がこういる7巻は自分の中ではお気に入りでした。しかもまた秋からね、ドラゴンボールスーパービルスも始まりますし、そのビルスがど真ん中にいるっていうのも自分の中ではお気に入りで、ドラゴンボールのアニメですね、新しいアニメのビルスも楽しみですね。では3位からは豊太郎先生に発表していただきます。発表お願いします。第3位は18巻です。まあこれねめっちゃかっこいいですもんね。そうですね。バーダックのこうかっこいい良さをとにかく出したいっていう気持ちで描いたんで、で今までちゃんとキャラクターの色がちゃんと分かるような感じだったんですけど、今回はもう赤い照り返しがほぼほぼ占めるようなちょっとアートチックな感じで描かせてもらえて、とにかくしかもキャラが背中を向けてるっていうなかなか挑戦的な表紙ではあったんですけど、選んでいただけるとはかなり嬉しいです。第3位ですもんね。あと赤い照り返しがなんかその危険な感じもあって、エマージェンシーな感じがあっていいっすよね。やっぱりこのこれが生産者グラノラ編なんですけども、やっぱりバーダックを出したいっていう希望がずっとあって、それが先生とのこの打ち合わせの中で出せることになって、でバーダックをこう深掘りできたっていう喜びがあったので、もう表紙で絶対描きたいなと思って描いた18巻だったんで、非常に思い入れがあります。続いては2位の発表です。豊太郎先生お願いします。第2位は24巻です。いやこれもね最強形態大集合のイラストになってまして、ちなみになんですがこちら英語フランス語スペイン語ドイツ語圏では第1位でした。もう海外からのね支持がものすごくあったんですが、もう迫力もすごいですもんね。そうですね。もう本当にこれは一番時間をかけたのは間違いないです。ちょっとね救済中の時に施策がいつも連載しながらで表紙書いてたんで、なかなかタイトな時間調整の中でやってたんですけど、これは一番時間を避けたので、とにかくやりたいこと全部やろうということで。出てきた最強形態を全部集めて、しかも一体一体こだわってカラーリングもしていったっていう感じで、もう自分の出せる力全部出そうかなという気持ちで描いたんで、あとはやっぱ海外人気が高いというのはすごく嬉しいですね。やっぱりかっこよくて強いキャラを描きたいって思って描いてるんで、なんかそれがそのまま受け入れていただいてるような気がするので、2位に選んでいただいているのは非常に嬉しいです。いや個人的にはこれ1位かなと思ってましたね。そうですね。5人ともバラバラでもう1体ずつ表紙になってもおかしくないぐらいすごいかっこいいですし。そうですね。もうとっておきのこれはなんていうんですか、1回しかできないじゃないですか。これが毎回集合で何巻も出すわけいかないんで、とっておきの構図なので、上位に来ていただけたのは嬉しかったですけど、1位ではないっていうところはじゃあ何が1位なのかなっていうのはそうですね。なかなか面白い結果になったかなとは思ってるんですけども、あと後ろですね。そうですね、裏表紙。裏表紙これがですね、ちょっと今までのルールをちょっととは変わってしまったんですけども、これはトランクスのストーリーが24巻だけは一番最後に読み切りで入ってるんですね。でそれの構図にしました。なので表紙の同じ構図での別バージョンとはちょっとまた変わっちゃってはいるんですけども、やっぱり後ろはこの3人が読み切りでメインで書かせてもらったんで、この3人で行こうということで、ちょっと今までの表裏のルールとは変わってしまってるんですけども、こんな感じで書かせてもらいました。この絵はこの絵で本当単体ですごく気に入ってるので、
はい、クリーンゴッドめっちゃかっこいいですもんね。そうですね、クリーンゴッドが先生がデザインしていただいたので、もっともっとこう魅力を伝えていきたいなと思って、スピンオフのあれでもかなりメインで置かせていただいたのもありますし、もうこういう表紙の中でも、トランクスと5点よりもさらに前にいるコースで一番目立ってますもんね。はい、ちょっとクリーンゴッドを押していきたいなと思って書いたので、お気に入りのイラストです。はい、ありがとうございます。はい、それではいよいよ1位の発表となります。豊照先生、お願いします。はい、第1位は19巻でした。いやー、これもめちゃくちゃいい表紙ですもんね。やっぱカバーと裏表紙のこの連動がもうめちゃくちゃいいですし、あとやっぱエモさですよね。そうですね、やっぱり、さっきの18巻の時も言ったんですけども、やっぱバーダックは出したいなっていうのはあったんですけども、18巻でバーダックは出してしまってるので、でやっぱりつながりみたいな話が本編の中では、バーダックの息子の孫悟空っていうようなストーリーが主軸になっている巻だったので、やっぱりその親子ですみたいなのをなんかこうかっこよく見せられないのかなと思って、思いついた構図がこれでした。で水面に映ってるのが、バーダック一家で、表に上正面に映ってるのが悟空一家っていう感じで、でちょうどいい感じでなんですか、長男次男がいて、全く同じ構図でいけるなっていう感じで、書けました。あと、本編というかバーダックが宇宙船ポットをこう担いで歩くっていうところが、僕の漫画でもありますし、先生が書かれた「ジャコの最後」のところでもありますし、やっぱこのポーズが多分悟空とバーダックのお別れのシーンというか最後のシーンだったんで、同じような構図で悟空が肩に、5点を乗せてるっていうので、なんかこう自分が思いついた、これはすごく、いい構図になるなと思って書かせてもらって、それが多分皆さんに伝わったのかなと思って非常に嬉しく思います。はい、やっぱ3世代がつながってる感じがあって本当にすごくいいですよね。はい、世代のつながりや、それで、確かにこの表裏の、表紙でさらにこう深掘りできてるっていうか、後ろ見てますか、後ろも今度は、こんな感じで湖畔一家の構図になるんですけども、さらに次の世代になるっていうような構図が書けて、個人的には3世代をこううまく表せられたかなと思って、かなり満足してます。悟空が、一番最初にご飯を連れてきてカメハウスに来た時が、抱えて片腕に抱えてこうご飯を連れてきてたと思うんですけども、あの構図とまた同じような形でこうできるなっていう感じで、表の時のバーダックがポットを抱えてるっていう構図と悟空がご飯を抱えてるっていう構図がどっちにも原作に存在してたんで、すごくいい感じでなんですか、つながりが持たせられたかなと思って、個人的にもこううまくはまったかなと思っている構図なので、もちろんお気に入りです。これもはい、納得の1位でした。はい、ということで1位に選ばれたこちらのイラストですが、裏表紙とも異なるアナザーバージョンを描いていただいたんですよね。はい、それがこちらになります。どうぞ。おー、すごい。めちゃめちゃエモい、こっちも。そうですね、これはもうすぐに思いつきました。これが1位になりたって聞いた時に、アナザーバージョンというか、一応お話だとその後の、例えばそのイラストの後がどうなったかとか、イラストを別角度から描いたらどうなったのかみたいな、何でもいいんで、その1位になったやつの関連するものを書いてくださいっていう風な話だったんですけども、これ1位になったって聞いた瞬間に、ベジータ一家しかないだろうって思いました。なんなら19巻書いた時に後ろをこっちにするか悩んだぐらいです。そうだったんですね。なんでもうベジータ一家でいこうかなと思ってこんな風に書きました。でちょうどやっぱりベジータの家族も、ベジータ王の家族も子供が2人だったんで、構図合うなと思ったんですけど、めちゃめちゃリンクしてますもんね。そうリンクしてて、長男次男、長男長女ですけど、ベジータの方はで構図がこれでいけたら、一人だけちょっとなかなか難しかった謎のね、謎の人物がどうしても現れちゃったんで、それはこういう感じで
でもうま謎にくねしたんですけども、はい、本当にねその、はいベールというかマントに包まれた、ベール状に包まれて態というか、はいまあ、これが何かは言及しないです。はい、ブルマにこうしていますけど、それだから誰かっていうのはここでは言えないです。そうですね。はい、誰かは分からないです。我々も知りません。我々も知りません。っていう感じでこれが一人ごまかさなきゃいけなくなったんですけども、はい、でもなんか構図的にはすごい、まあ、これがパッと思いついたんで、すごく楽しく描けました。はい、はい、めちゃめちゃ最高の一枚でした。ありがとうございます。はい、今回選ばれた1位のイラストですが、日本語版のドラゴンボールオフィシャル X にて複製原画のプレゼントキャンペーンも行います。カバーと裏表紙2種1セットの特別な複製原画です。ドラゴンボールオフィシャル X をフォローしてキャンペーン対象のポストをリポストすることで応募できます。詳細はドラゴンボールオフィシャル X をご確認ください。本キャンペーンの参加は日本国内に在中の方のみとなりますのでご注意ください。ということで10位から1位まで発表してまいりました。鳥谷先生、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にこの企画がすごいありがたくて、はい、自分でも今後の参考にもなりますし、そもそもこう好きだって言ってくれることがランキングになるっていうのは、もうそもそもめちゃくちゃ光栄なことなので、はい、すごく楽しく参加させてもらいました。でこのアナザーバージョンのイラストっていうのも、はい、本当に楽しく描けましたし、何でも描いてって言われるよりはなんかこうある程度制限があって、こう19巻が選ばれたんで、そのなんか別バージョン描いてよみたいなある程度制限があった方が自分としてはこう想像力が膨らんで、なんかワクワクしながら描けたんですね。なんかまあ、そもそも皆さん19巻を知ってる上で新しい映画をこう出せるわけじゃないですか。そうすると前提としてのこう前知識がある中でこう出せるものっていうのは、個人的にはすごくこう見る人のこう最初の気持ちを考えてこうワクワクしながら描けるんで、すごく楽しかったです。はい、では今年の秋にアニメも始まりますし、ドラゴンボールスーパーはますます盛り上がっていきます。それではさようなら。